たせいたしました。やっとこさミールワームの飼育の動画を撮っていきたいと思います。ミールワーム、こちらのうごうごしている小さな生き物です。たくさんいます。これが成虫です。ではまず飼育環境についてお話しします。まずプラスチックの箱を用意します。このまま蓋をしてしまうと空気がなくなって、虫は一応結構空気が大事なので穴を開けます。でこの穴の開いた状態だとここから普通に歩いて出てきます。この大人の虫は別に飛ばないんですけど、結構なスピードで走っていくのでちょっと困りますよね。なのでこちらに穴を開けていきます。では適当に穴を開けていきます。青、邪魔、危ない、面白くない。なんか間違えました。このようなロールで売ってる網戸の素材を使っていきます。これを探して買うときにナイロン製のやつとアルミ製のやつがあるんですけど、ナイロン製だとミールワームがかじって出てきちゃう可能性が高いのでアルミ製を買いましょう。はい。でこちらを切りましたとさ、こんな感じで別にどこで切っても端っこが出てくるのでちょっとあんまり触らないようにしましょう。バラバラになって泣いたことがよくあります。じゃじゃーん。でこれに私はこの先っちょが尖ってないタイプのこういう、アメリカではマシンスクリューっていうんですけど、この形のネジを使ってます。別にミールワームが刺さることはないので何を使ってもいいです。でちょっと事前にブスッとやって、これ別にねじらなくてもプラスチックが柔らかいのでもうズボって入ります。適当です。でそこにこれマシンスクリュー特有のナットの部分があるので、これを裏から適当に指で止めると取れません。これを全部のところにやっていきます。はい、できました。蓋です。イエーイ。青どうですか？ちゃんとなってますか？お構いなし。というわけでこれで穴の開いた通気性の良い蓋の完成です。では次、このミールワームたちのこの住んでるこれ床材の話をします。はい、こちら今ちょっと取ってきました。ミールワームはこのアメリカではウィートブランっていう、麦のもみ殻の中に住んでます。
かふかで気持ちいいです。これをまあ別にどれぐらいでもいいんだけど、適当な深さ入れます。15センチ以上入れちゃうと下の方の子が窒息しちゃうので、15センチ以下でやりましょう。で、お店で買ってきた場合、この大人のミールワームが多分50匹とか100匹とかのパックで売ってると思います。そういう場合はポイって入れると、こうやって皆さん勝手に潜っていきます。面白いですね。で、この子たちが勝手にこのよいしょ、こちらの白いさなぎになります。あ、もう一個あった。さなぎ、これがこうなって、その後にこのような大人になります。人引いていったなので、このミールワームの状態のやつをお店から買ってきて、こうやって飼ってると、ある日突然こういうさなぎがこの砂じゃないわ、ウィートブラウンの表面にポチポチ落ちてます。これは触らずそっとしておきましょう。で、ある日突然生まれてこんな大人になります。なんでみんなひっくり返ってんの？この大人が、ゴミムシの一種だと思います。なので名前の通りほぼ何でも食べます。よいしょ。大人もこれを食べて卵を産んでくれます。で、大人は、子供たちよりもたくさん水分が必要なので、芋とかを適当にぶつ切りにしてこの表面に置いてると、なんかみんな集まってきて吸い付いてきます。またこけてるよ。で、私の場合はもうすでにこうやって飼ってるコロニーグループがあるので、これをちょっと半分ぐらいザーって大人も子供も卵もどのステージの幼虫も全部入るように入れます。このスナスナのちょっと黒いのはです。これは定期的に掃除する必要がありますが、少量なら問題ありません。風が強いです。こっちの箱ではちょっとこのウィートブラウンが手に入らなかったので、ニワトリの餌を使いました。なのでちょっとニワトリの餌の粒が入ってます。こんな感じで、あとはほぼほぼ放置です。で、大人が生まれてきたら、さっき言ってたみたいに芋とか人参とか根野菜を使うと結構うまくいくらしいです。で、それを数によるけど、1週間に1回とかポイポイって、このサイズの箱だったら2個とか置きます。あと日向に置いてると全部焼けて死んじゃうので、日陰に置きましょう。こうやってしてると、定期的に卵が生まれて大人になってっていうのをずっと勝手にこの箱の中でもうなんか一つの生態系ができて勝手にやってくれてるので、
もう無限にミールワームが出てきます。そして床材とかご飯もすごい安いものばかりなのでほぼ無料です。いいです。今うちでは、最初はそれこそ50匹のパックを買ってきてっていうそのたったの50匹から始めたけど、今では10箱、これが10個とこれが2個あって、でそこから、たくさん増やしてお店に業者として卸すっていうのをやってるので、今は4店舗に卸してます。こんな感じで意外に簡単なので、虫が怖くない人はぜひやってみてください。